中国の歴史には多くの女性が権力を握っています。例えば、漢王朝の呂氏皇后、そして西太后。それでは、なぜ、武則天だけが中国の歴史の中で唯一の女性皇帝になったのか。武則天についてのそのような伝説があります。彼女は天国からのビジョンを持って生まれたと言いました。もともと住んでいた空は突然に風雨にさらされまして、武則天の母は出産前に夢を見たとも言われています。端から端まで見える空に浮かぶ黒いドラゴンの夢。そこで炎天官という男が武則天の父親に近づいていった。もし息子と生まれるなら皇帝となり、女の子さえても輝く前途がある。しかし、これは単なる伝説です。武則天が世代皇帝になれる理由。これは当時の社会環境や彼女の個人的な能力と切り離せないものです。今日は歴史に基づいて、武則天は女性皇帝になれる大統を理解していきましょう。武則天は東濃町に生まれ、これは彼女が世代の皇帝になることに重大な影響を及ぼします。東濃町の社会的雰囲気は常に再解放自由の時代と呼ばれてきました。特に女性は男性より劣っているこの世界では、ステータスが大幅に改善されました。女性は男性の顔色を見る必要がなく、自立することができます。資料によってカップルの生活、好きなら一緒に住む。気に入らない場合は、別れても構わない。つまり、夫婦の結婚は完全に任意であり、不適切な場合はいつでも離婚することができます。そして、女性は未亡人である必要はありません。夫が亡くなった場合、再婚することを選択できます。そのような啓発された社会的雰囲気の影響下で、武則天の思考はどのように保守的であることができますか？武則天は子供の頃から、並外れた理想と野心を持っていました。彼女の父は東濃町の創始者である武士であり、東濃町の設立においても大きな功績を残したからです。そして、彼女の母親は、英国夫人であり、彼女の地位はかなり良いです。そのような関係がなければ、彼女が宮殿に入るのは難しいに違いない。後で、後進の世話から、大宗皇帝が武則天を宮殿に召喚し、武則天も自然に喜んでやります。彼女は、宮殿に入るだけで先祖の名を挙げることができることを知っているので、事実は彼女が正しいことを証明しています。武則天はとても行儀が良く、賢明で、とても美しかったので、大宗皇帝にすぐに惹かれました。才人と封称され、才人のランクは5番目であり、東濃町の高級の女官の名前の一つです。皇帝の品位の一つであり、これは武則天が問う大宗、李世民の妻であることを意味します。そして武則天はまた、彼女の人生を変えた男、東光宗、李治に会いました。李治はまた、武則天が、世界にこんなに美しい女性がいるのを見たので、心は制御不能になりました。その後、大宗李世民は病気で亡くなりました。これらの品位たちほとんどは、二層になるために漢行寺に送られました。そして、もちろん武則天はそれらの中にいました。李治は、自分の愛する女性を寺で苦しめることはできないと考えています。しばしば漢行寺へ彼女のプライベートミーティングに行きます。その頃、王皇后には子供がなく、
リチは出産した賓妃の承縮妃が好まれます。王皇后は彼女が嫌いである、武則天に髪を育てさせ、リチに彼女を宮殿に連れて行くように説得します。武則天がリチの家異母であることを皆知っています。これは間違いなく、近親相関です。多くの臣下に反対されても、強引に武則天を取り戻して、彰義と名付けました。それで、武則天は、リチの助けを借りて、彼女の珍しい人生の旅を始めました。再び宮殿に戻った武則天。彼女の心、もう単純ではありません。彼女は弱い人がこの世界に長生きしないことを知っているからです。人々が長生きし、よく生きたいのであれば、彼らは自分たちの手に権利を持たなければなりません。さらに、権利が大きければ大きいほど良いので、彼女にアイデアが浮かびました。それは皇后になることです。それで、地位と権力への欲求がこの若くて美しい女性を支配し始めました。武則天は宮殿に入る前に妊娠し、後に娘を出産しました。王皇后は武則天の娘を訪ね、王皇后は出ていたばかり。武則天はすぐに自分の娘の首を絞め殺しました。リチが来るとすぐに彼女は泣いて、皇后が私たちの娘を殺したと言いました。したがって、リチは皇后を廃止したかった。武則天は王皇后とその母親の上夫人を武術の武国で彼女を呪したと非難し、それでリチは命令を下して、王皇后とその母親二人ともに毒殺の容疑で起訴されました。王皇后と賓承縮妃は平民として追放され、投獄されました。7日後、武則天が皇后として設立されました。ある日、リチは、王皇后と承縮妃を少し恋しくなって、投獄された場所で彼女たちはを訪ねて行き、牢獄がしっかりと閉まっているのを見ました。壁に穴を開けて食べ物を送るだけで我慢できなかったので、大丈夫かと聞いてみました。二人は再び釈放されるようになることを望んで泣いた。リチは同意した。武則天皇后はこれについて聞いた。激怒し、人を雇って承縮妃。当皇后を100叩きにした上に、父を切断し、骨まで酔わせてやると言って、まさか壺に投げ込みました。二人は数日間泣き叫んだ後絶命した。武則天と呂地皇后は実際には少し似ています。残酷すぎで人って犬作ることも、呂地から学びました。皇后の座を狙って、武則天は王皇后と承縮妃を陥れ殺害し、それから彼女の姉、姪、二人の兄弟と、彼女自身の息子と娘をも殺しました。それ以来、武則天はすべて、高級の権力を握っている。自身の目標は達成されたとみなすことができます。しかし、彼女は満足していないようです。この権利への欲求は沼のようなものです。沈む限り、考えれば考えるほど深く沈みます。当時、武則天はもう、単に皇后になりたいだけでなく、彼女が望んでいる人生は、高い王座につくような意欲でありました。しかし、その時代の流れで女性には、達成するのが難しいようですが、それは神が下心を持ってこの女性を世話しました。その頃、リチの健康がどんどん悪化になってきて、風邪頭痛と目が見えないなど病気に悩まされて、調整にもしたいのは山々だが実力が伴わない。
それで彼は方法を考えまして、部則天を彼と一緒に調整に参加させることになった。部則天はこの機会によって人々の心をつかみました。リチはもともと彼女を廃止したかったのですが、彼女は泣いて不平を言い、彼の心は和らぎました。その結果、リチは晩年に重病になりました。そして部則天は権力を獲得した。では、なぜ皇太子に国の監督を許可しなかったのでしょうか。このリチも賢明な人です。彼は不安なのは、彼の祖父のリエンのように帝国の権力のために、自分の息子のリセミンに捕らえられましたことを恐れています。彼は息子の王翦のためへの犠牲者になりたくなかったので、むしろ権力をこの時からに部則天譲りた方が安心します。この時から部則天が政治の舞台に足を踏み入れ始め、調整の事務でリチと協力しました。そして部則天は権力を獲得した。それ以来、部則天は政治に参加した権力を握っています。裏で策動する部則天、朝廷内の実権を遠隔操作できます。女としても、彼女は決定的で先見の明があり、リチの多くの問題を解決しました。部則天の助けを借りて、国々振幅し、天下の人が心を寄せて、大東は繁栄した地位に到達しました。そのため、朝廷の上、天下で、二人臨朝の光景は世界中の人々から称賛されました。女王と帝王は、リチと部則天にとって、最もユニークな称号になりました。国を統治する部則天の能力は、多くの男性が持っていないものです。西暦683年、リチは深刻な病気で亡くなりました。死ぬ前に、彼は大臣に言いつける。未決定の調整問題がある場合、すべて部則天によって判断されます。つまり、部則天は朝廷ですべての問題を解決する権利を持っています。この皇帝の法令の公布は、間違いなく部則天の頂点への権利を拡大しました。同じ年に、李賢皇太子が王位につき、部則天は引き続き皇太子の母親でした。彼女は調整の実権を握っており、李賢は、善良な息子のアイデンティティを十分に発揮したと言えます。部則天の願いに少しでも違反するつもりはありませんでした。李賢は、国を統治する才能が本当になかったので、部則天は、李賢を廃止し、李旦が王位につくのを助けましたが、李旦も同じ才能がない人だった。彼らは王位についた直後に部則天によって廃棄されました。ことわざにあるように、国は一日君主なしではいけない。皇帝になるのにふさわしい候補者はありません。実際、これはまさに部則天が望んでいることです。彼女は既成の候補者ではありませんか？それで、西暦690年に、部則天は、彼女が皇帝になる時が熟していると信じていました。しかし、国民の感情が決まっていない今、この時期に、皇帝を述べ伝えることは、世界中の人々に不快感を与える可能性があります。結局のところ、この世界は彼の利子に属しているので、部則天は当時非常に人気のある僧侶である。乗り焼きに行きました。彼と芝居をして、世論を広め、世界の人々を説得する。部則天は弥勒仏の生まれ変わりであり、東大を代表して皇帝になるべく、再び監督を務めました。李旦が率いる6万人市民が彼女に勧進し、
国語を変更するように説得し、これまでのところ、それは当然のことでした。部則10は、神の指示と万歳を呼び声で合意への従順で王座にやってきました。夢の願いを叶え、国名を主に変更。部則10は中国史上最初で唯一の女性皇帝になりました。部則10は中国の歴史の中で唯一の女性皇帝であるだけではありません。それはほぼ半世紀の間、中国のトップの政治分野で活動してきました。補助女王から摂政女王、皇太后、そして女性皇帝まで、女性が男性より劣っていた古代の時代に、彼女は挑戦する勇気と勤勉の精神、歴史的貢献をした優れた政治家です。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。それでは、まだ次の動画で